皆さんどうも、チャイコです。今回のお動画は、ファイナルファンタジー16の1周目におきまして、強敵のダウン中に高数値のダメージを与える方法、そして装備構成のご紹介になります。今回の動画は、強力な敵のダウン中にかなりでかいダメージを叩き出すことに特化した内容となっておりますが、その他のウィルゲージのある敵も含めたオールラウンドなね、そういったちょっと強めの敵に対しても有効な感じの装備構成や、召喚獣アビリティの組み合わせなどはね、召喚獣アビリティのおすすめ技とかのね、おすすめ度に関しましては、個人的にこのようなね、表を作ったので、次回以降の動画でちょっと詳しくね、ご説明させていただければなと思います。あと本日のアップデートでオプション項目に便利なものが複数追加されましたので、そちらも短くご説明させていただきます。もうすでに全て把握していらっしゃる方は、目次でね、そこの分だけ飛ばしていただければなと思います。本日のアップデートで追加されたオプション項目は、まずはこの左右の移動速度と上下の移動速度、これ今まで上限10だったんですけども、20まで選べるようになっておりますね。あとカメラにつきましては、この下の2つ、移動時のカメラ追従と攻撃時のカメラ追従、こちら2つがオプション項目で追加されて、これをね、オフにすることができるようになっておりますね。次は、これ、モーションブラの強度。ごめんなさい、これ私0にしちゃってるんですけど、これ、デフォルトで5でね、ずっとモーションブラ今までかかったまんまなんですけども、これを0にすれば、切ることが可能となっております。あと他におきましては、コントローラーの操作タイプですね。これ今まで A、B、C の3つだったんですけども、こちら、四角と三角で攻撃魔法を使いながら丸で回避するようになりますね。確かウィッチャー3とか、そういうのもそんな感じでしたっけね。私もね、丸回が良かったんですけどね、四角三角攻撃でなかったんですけども、やっとのことで追加されましたね。なんですけども、ちょっとね、私、操作タイプ A で慣れちゃってるんで、ちょっと今更 D 慣れるのちょっと大変かなっていうのがあるんで、ちょっとどうしようかなって感じですね。まずは通常の速度で流しますが、その後にスローにして細かくね、事細かくご説明させていただきますね。といった感じなんですけども、今の映像は昨日撮ったものなので、本日のアップデートでボタン操作のタイプ変えられるようになったので、そちらを使えばさらにね、ダメージ叩き出すことも可能なんじゃないかなと個人的には思いますね。お次はスローにして事細かく説明させていただくんですけども、一部の大型モンスターには弱点部位がありまして、例えばこのキングベヒモスだったら頭が弱点で、黄色ダメージ表記なんですよね。弱点にダメージ与えると。で、だいたい通常より 1.2 倍ぐらいダメージ増えるんですよね。なのでそこねちょっと忘れがちなんで、そこもね、ちょっと意識しながらやっていけばね、ダメージ高い数値ね出しやすくなるんじゃないかなと思いますね。で、この後なんですが、ダウンさせる位置は別にどこで側面にダウンさせてもね、どうせ敵の頭の近くでね、いきなり現れたりするんで、別にどこでもいいんですけどね。
敵をダウンさせた後のリミットブレイクの発動は、特に敵のダウンゲージに進んでないんで、敵をダウンさせたから発動しても大丈夫かと思います。で、サンダーロッドを、敵の頭に的確に、当てるために一歩前進してるんですよね。最初、芝の、丸2回でちょっとね、一瞬コーラーしたりもしてたんですけど、ちょっと変な位置に、着地しちゃったりするんで、ちょっと一歩前進に変えましたね。で、ここでサンダーロッド発動、弾出るかなって時にもう境界転移発動、ここまでシビアにやる必要ないんですけど、ですぐ丸で暫定剣持ち帰って四角長押しして暫定剣なんですけど、これボタン配置によってはこの一発、余計にしないで持ち帰ってすぐもう溜まってる状態で暫定剣発動できたりもするんですけどね。でもここってそこまでシビアにやる必要はないんですよ。なぜかというと、この後に境界転移というこの、ダメージ出すのに一番の肝となる技があるんですけど、それを発動させるのにね、ちょっとね、時間ちょっと持たした方がいいんで、そこまでここの感覚がシビアにやる必要はないです。で、境界転移発動して、すぐ三角を押すんですけど、これ溜めてる間にこのダウンゲージ結構進んじゃうんで、それは仕方ない。もうそこはね、もう、許容しなきゃいけないって感じですね。で、ここで、サンダーロットあれば、この暫定乱舞、1回で、暫定ゲージ5まで溜まるんですよね。なんでおすすめですね。で、これ、説明するの忘れちゃったけど、英雄の薬と力の薬をリミットブレイク発動時に飲んでおきたいですね。ギリギリ力の薬、薬効特化してれば確か72か73秒ぐらい、もうギリ収まる範囲なんですね、そこで飲んどけば。で、あとリミットブレイクの英雄の薬は33秒で途切れちゃうんで、途中でギガフレア放った後にもう一回飲む必要がありますね。なるべく持続させたいんで。で、これで暫定剣やって、ですぐね、本来だったら境界転移挟まないのでこのまま四角長押ししてればすぐ溜まるんですけど、境界転移挟むとちょっとね、溜められないんで一回離さないといけないんですよ。バーニングブレードみたいに、どっかの四角ボタン長押ししてて溜まるとかじゃなくて、一回境界転移発動四角をした、三角にしてればその必要はないんですけど、私の配置で行く場合は、はい、そうしなきゃいけない。一回離して長押ししなきゃいけないって感じになりますね。で、ここで境界転使いたいんですけど、たまらないんで、もうしょうがないから、もうここね、ファイナルフラッシュじゃない、ごめんなさい、ベジータになっちゃう。ベジータじゃないよね。ギガフレア、放ちますね。ここではもうライトニングロットの効果切れちゃってて、せっかくのギガフレアの一つもったいないなって感じはするんですけども、1回のダウン中で暫定剣3回まで仕込むには、一番最初にライトニングロットを仕込まないと間に合わないんですよね。で、一部の召喚獣アビリティは、アクセサリーでクールタイムをちょっと早くするものも装備したりもしてますね。で、そろそろこちらリミットブレイクゲージの英雄の薬ですね、ちょっとずつ回復する、切れるんで、ちょっとそこもね、意識しつつ、境界転移も意識しつつ、ってな感じですね。で、ここでフェニックス発動して、そろそろ英雄の薬押せるようになるんで、ちょっとね、いつ押せるようになるんだみたいな感じでね。で、この長飛みたいな転生の炎とか、さばきのイカ術とかは、こちら攻撃中はダウンゲージすごいスローになるんですよね。止まってるわけじゃなくて、ゆっくりずつ動いてるんですよね。で、通常の召喚獣アビリティ使ってるときは結構ね、普通に進んじゃってるんですけど、この超必殺技級のものはすごい、遅いんですよね。徐々に進んでるんですけどね。で、さらに境界転移使うことによってスローになるんで、ちょっとほんの少しだけスローになるんで、さらに遅くなるんで、この境界転移。で、あと、この硬直時間、この技発動後の硬直時間もなくなるんで、なので3回まで暫定剣仕込むことが可能になるんで、境界転移は本当にかなり重宝しますね。で、ここで使って2発目が当たった瞬間にすぐリミットブレーク発動しますね。はい。で、境界転移はちょっとライトニングロット発動した後まで取っとくって感じですね。で、ここでリミットブレイク発動して、すぐライトニングロッドを押すようにして、で、さっきの最初の近い感じのルーティンで、私ね、もう最大のミスを犯してるんですよね。で、この後、もう暫定剣持っていく感じで間違って四角をしちゃってるんですよね、持ち帰った後。はい。で、ここですぐ R2 と三角を押せばよかったのに、間違えてね、暫定剣発動しようとしてミスっちゃってるんですよね。で、これ発動前に、暫定乱舞発動前に丸で暫定剣にしとかないと、これ終わった後に、テンパってね、丸押し忘れちゃって、バーニングブレード溜めちゃって、暫定剣発動できなくて、ダウンゲージ終わっちゃうってこともね、たびたびあるんで、なるべく暫定剣発動前に、丸ボタンを押して、フィートボタンを押して、暫定剣に持ち帰った後に、この暫定乱舞でゲージ5まで溜めるようにした方が個人的にはおすすめですね。暫定乱舞発動前にちょっとのもたついたり操作ミスったりするとかなりダウンゲージが、進んでしまうので注意が必要となっております。うまくいった時って最後ダウンゲージもうちょっと残って最後サンダーロッドに暫定剣装備中の連撃とか当ててもうちょっとダメージ出してもするんですけど、でもどっちにし1周目ってそのHP 耐えられるねモンスターがすごい少ないのでだったら
トレーニングモードで敵の HP 無限にしてやればいいじゃんって話なんですけど、トレーニングモードの場合アイテム使えないっていうのと、サンダーロッドを置いて攻撃した時に敵がちょっとずつずれてっちゃうんですよ。サンダーロッドから離れてっちゃうんで、もう最後斬鉄乱舞とか、使ってもゲージ5までね貯められなかったりするんで、そこがめちゃめちゃネックなんですよね。いろんな中型大型モンスターで試したんですけど、どんどん離れてっちゃうんですよね。なんでトレーニングモードはダメっていうのと、あと極論言えばラストエリクサー使えばもう 10% ダメージ上がるんですけど、ラストエリクサーって多分1回買っちゃってもう買えないと思うんですよね。なので1個限定アイテムだと思うんですよね、1周で。なので現実的ではないので、ちょっと使わないって感じなんですけども、力の薬とか英雄の薬とかってもういくらでも手に入るじゃないですか。買いまくるので、なので効果的にね、どんどん使っちゃっていいかなと思いますね。お次は装備構成になります。で、こちらの3つの装備品に関しましては、おそらく1周目で最も強いものと思われます。で、こちらの3つに関しましては、クエストやリスキーモブをもう普通に埋めていけば普通に手に入るものとなっております。入手できるようになるには、終盤入るか入らないかぐらいにならないとね、入手できないんですけどもね。で、アクセサリー3つ、源氏の固定、こちら支援品で受け取ることができます。クエストやリスキーモブクリア報酬で名声ポイントというのを得られるじゃないですか。それと引き換えに溜まっていくとね、支援品受け取れるんですけども、それの最後の方ですね、こちら受け取れるようになるのは。で、残り2つは、ライトニングロッド、斬鉄乱舞、こちらをね、敵のダウン中にまた使うために、こちらね、リキャスト時間、クールタイムを短くさせております。おそらくね、これ装備しないと私のやり方では、こちらね、ダウン中に斬鉄剣3回目発動までね、させることができなかったのでね、攻撃力を上げるものとかよりも、私はこちらのね、クールタイムをダウンさせるものを装備しております。で、召喚獣アビリティなんですけども、大体ね、私はガルーダ、シバ、オーディン、これはね、最大ダメージ出さないで、強敵と戦う時の通常仕様でもこのような構成にしてるんですけどね、私はタイタンじゃなくてね、シバの方を使ってますね。中盤まではタイタンガンガン使ってたんですけどね、後半シバでいいやっていうのと、あとフェニックスのね、フェニックスシフトも、シバがいれば、いいかなみたいな感じで、私はシバ推しですね。はい。で、こちらなんですけど、この四角と三角、こちらもね、人にこれ、特に境界転移なんですけど、これをね、三角にした方がね、はい、つなげられるんですけどもね、無駄なくなんですけどもね、ちょっとボタン配置とかの関係で、やりにくさとかの関係で、私はね、これ四角とかにしちゃってるんですよね、このライトニングロッドとかも。なんですけどね、冒頭で説明した、コントローラータイプですね、D とかが選べるようになってるんで、背面ボタンとかある方はね、別にコントローラータイプ A とかでもね、全然、直につなげられるかと思うんですけどもね、そのような関係で、この順番は、人それぞれね、コントローラー設定とかも違うと思うんで、お好みで大丈夫かと思います。斬鉄剣ね、3回、発動できれば、個人的にはね、もういいかなって感じなんで、別にこのような設定でもね、私は大丈夫だと思って、このような設定にしております。はい、ということで今回は以上になるんですけども、おそらくね説明し忘れてる部分がいっぱいあると思うんで、コメント欄でね、補足多分していくと思うんで、コメント欄もねぜひ見ていただけましたら幸いです。あとね、こんなのよりさらにもっとすごいダメージ1周目で、ね、出せてる方もいらっしゃるかと思うんで、上にはね上がいると思うんでね、もしかしたらいるかもしれないんで、多分いると思うんですけど、そういった方はね、もしも、ね、それなのにこの動画わざわざ見に来てくださった方いらっしゃいましたね、ぜひ教えていただければ幸いです。あとここもうちょっとこうした方がいいよとかね、そういったアドバイスも大歓迎でございます。で、今回は本当最大ダメージ出すのに特化した感じなんで、カウンター技とかね全然入れてないんで、またもうちょっと手軽にできる装備構成や召喚獣アビリティ構成の動画もね次回以降出せれば、冒頭でねご説明させていただいた通り出せればと思っております。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしこちらの動画少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどぜひよろしくお願いいたします。